喉が真っ黒だからのどぐろ。身がとにかく柔らかいんで、魚の臭みを出さないポイントは、のどぐろの美味しい食べ方ご紹介します。じゃあさばいていきます。のどぐろは、北陸だとかね、新潟から島根にかけてあたりが有名なんですけど、今日は九州の対馬ですね。対馬産。あと意外と全国的にも水揚げありまして、例えば銚子だとかね、山口だとか、あの辺でも結構水揚げありますね。で、鱗はもう鱗引きでバリバリ、落としていってください。鱗落とせたら、ここから頭落として3枚におろしていきます。のどぐろっていうのは脂が結構強い魚なんですよ。深海魚なんですけど、金目鯛とかキンキンに近い魚ですね。で、脂が強いんで、火を通す料理に向いてるので、今日はのどぐろのね、焼き魚一品と、あと煮付けね、煮付け一品と、あとお刺身でね、ちょっと炙ってお刺身にしたりお寿司にしたりしようかと思いますんで、さばいていきます。頭を落として、内臓を出してあげて、でこの血合いを取ってあげると。でこうね、口開けると喉が真っ黒だからのどぐろっていうね、名前の由来になってますね。頭を落としたらこれ水気よく拭いてあげて、でお腹にねこの黒い膜が残ってたらこの膜も掃除してあげてください。で3枚におろしていきます。のどぐろは身がとにかく柔らかいんで、このね身が割れないようにだけ気をつけておろしてあげると。で3枚におろせたら、このあばら骨ね、あばら骨をこうすくい取って、で、骨抜きでね中骨抜いていきますと。最近はね韓国からの輸入物ののどぐろなんかもよく市場に並んでますね。結構ね脂が乗ってて、鮮度さえ良ければ物はいいですね。鮮度はどうしても1日2日経ってから届くんで、悪いものが多いですけど、骨が抜けたんで、じゃあこっちの身でね、煮付けと焼き物を作っていきたいと思います。じゃあまずこっちね、こっち半分はこっち焼き物でこっち煮付けにしますんで、最初にじゃあ煮付けから作っていきますね。煮付けはまずねこうどうしても皮が縮んでボロボロになるんで、最初に皮に包丁入れといてあげると、皮の縮みを緩和することができますと。煮付け作る時の、魚の臭みを出さないポイントは、煮る前に最初にねこうさっと湯通してあげると魚の臭みが出にくくなるので、お湯に、さっと落としてあげる。皮が縮むぐらいこうスッと皮が縮んで、表面に火が入ったら、お湯から上げてあげると。このひと手間をねやるだけで臭みはだいぶ抑えられますんで、はい、そしたらのどぐろ煮ていきます。少量のね水沸かしてあげて、お酒ね、みりんと砂糖を加えます。それでみりん入れると煮物って硬くなるんですけど、のどぐろは身が柔らかいんで最初からみりん入れて煮ちゃいます。調味料入れて、沸騰したところにお魚入れていきます。で煮物はだいたい10分から15分ぐらいでこう煮詰めて、魚に火を入れて火とね味を入れていくっていうイメージですね。でアクが出てきたらすくってあげると。でこう鍋の大きさが合わない時はねこう傾けてこう魚が浸かるようにしてあげて、浮いてるところに煮汁を回しかけてあげると。で7分8分経ってだいぶ煮汁が煮詰まってきたら、ここにお醤油加えてあげます。でお醤油は、一気に加えるんじゃなくて、2回から3回にかけてねちょっとずつ加えてあげてください。煮物っていうのは
砂糖とね塩の分子の大きさの関係で、砂糖の方が分子が大きいんで味が入りにくいんですよね。なんでまあ甘いのから先に味をつけてあげて、最後に、塩気のあるもの、しょっぱいものを入れてあげると、まあ味がきれいに入りやすいって言われてますね。でまあ煮詰まってきたなと思ったら最後もう1回、まあもう1回かもう2回かね、醤油足してあげて味を決めてあげると。まあ途中で味見てこの味で良さそうだなと思ったら、まあここから詰めてって、まあ大体煮汁にとろみがつけば完成ですと。でこんな感じでもうだいぶなんていうんですかね、こう泡がボコボコボコ立ってきて消えないようなぐらいとろみがついたら、完成でいいんじゃないかなと。ただごぼうとかね大根とか根菜入れる場合は、煮る前に一緒に炊いてあげるといいんじゃないかなと思いますね。はい、そしたら盛り付けていきます。では煮魚、これ骨を取ってるんでとっても崩れやすいんで、優しく取ってあげてくださいと。煮汁かけてあげて、嫌いじゃなければ最後ねこう柚子とか白ネギとか、まあ、三つ葉とか好きなね薬味添えてあげれば美味しく食べれるんじゃないかなと思いますね。今回柚子を刻んで上に添えたいと思います。はい、こんな感じでのどぐろの煮付け完成ですね。